こんにちは、ますみです。本日は最新チャット型 AI である Bard の概要を解説します。この動画を見ることで、これまでよくわからなかった Bard について簡単にわかるようになります。それでは本題に入ります。Bard とは Google が提供する会話型 AI サービスです。つまり、チャット GPT という OpenAI という会社が出したサービスと同様に、チャット形式で質問をして回答を得ることができます。現状は試験運用中のサービスなため、誤った回答を出す可能性があると述べられています。そして、これまで限られたユーザーが英語でしか使えなかったのですが、2023年4月11日に日本語対応し、全日本人が使えるようになりました。ここでチャット GPT との違いが気になった方もいると思います。まず、最も大きな違いとして、裏側で動いている AI のモデルが異なります。より正確に説明すると、大規模言語モデル LLM、すなわちラージラングエッジモデルが異なります。OpenAI 社のチャット GPT は GPT というモデルを用いている一方で、Google 社の Bard は Palm というモデルを用いています。ちなみに Bard はもともと Lambda という別のモデルを用いていましたが、Palm 2というモデルに切り替えられることが発表されました。ただ、現時点では Bard のモデルはまだ Lambda でした。では、具体的にユーザー視点に立った時の違いは何でしょう？チャット GPT と比較した時の Bard の強みは次の5つです。1つ目の強みは Google サービスとの連携の容易性が高い点です。例えば、チャットの内容を Google ドキュメントや Gmail などにそのまま転記することができます。また、エンジニアにとって便利な機能として、生成したソースコードを Google コラボで実行することもできます。実際にこの連携方法は次の動画で解説します。2つ目の強みはドラフト表示機能がある点です。Bard は1つのプロンプトに対して3つの生成結果を表示することができ、その中から選ぶことができます。3つ目の強みは多言語対応能力が高い点です。こちらに関しては正確にチャット GPT と比較がされているわけではありませんが、 Google の公式の発表によると、多言語かつ多様なデータセットを用いていることが強みとしているそうです。実際に上級レベルの言語能力試験では習得レベルに達していると言われています。4つ目の強みは言語生成スピードが速い点です。全てのプロンプトに対して Bard の方が速いことは保証できませんが、実際の動作を見れば一目瞭然です。5つ目の強みは計算最適化スケーリング能力がある点です。計算最適化スケーリングとは、モデルのサイズに合わせて使用する訓練データセットのサイズを調整する技術です。前身となる Palm 1に比べて Palm 2では計算最適化スケーリングがあるおかげで、精度が上がっただけではなく、推論の高速化、パラメーターの減少、コストの低減などのパフォーマンス向上も実現されました。そのため、モデルが小さい割にデータ量が多すぎたり、モデルが大きい割にデータ量が少なすぎるというような無駄をなくし、パフォーマンスが最適化されています。一方で、チャット GPT と比較した時の Bard の弱みは次の3つです。1つ目の弱みはストリーミング機能がない点です。ストリーミング機能とは以前の動画でも解説しましたが、回答を全て生成しきってから一括で受信するのではなく、回答を生成しながら受信する機能です。Bard では生成しきってから一括で表示する機能が採用されています。2つ目の弱みはチャットのスレッドを分けられない点です。チャット GPT ではチャットごとに分けることができましたが、Bard ではチャットをスレッドごとに分けることはできません。3つ目の弱みは一部のタスクにおいて回答の精度が低い点です。こちらに関しては定量的に比較されているわけではありませんが、所感としてチャット GPT よりまだ精度が低いという印象があります。例えば、Bard に対して特定のテーマのブログ記事をマークダウンで出力するよう指示しても、マークダウンでの出力はしてくれませんでした。しかし、現状はまだラムダのモデルで Palm 2は使われていないため、モデルが切り替わったら精度が改善されるかもしれません。以上、本日は最新チャット型 AI である Bard の概要を解説しました。もっと学びたいという方は、この動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているため、ぜひチャンネル登録、友達追加お願いします。ではまた。